どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、リオポーネグリフ。それはおそらくワンピースの正体です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は、大いなネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ワンピースの正体とは何か？それは複数ありそうです。沈んだ島々が浮かび上がり、一つにつながるオールバース。それもワンピース。分断された海が一つにつながるオールブルー。それもワンピース。最終的なワンピースはすでに見えてきていますが、今回考えたいのは、ロジャーがラフテルに置いてきたというワンピースです。そのワンピースの正体とは、そのままロジャーが置いてきたものを、リオポーネグリフ。真の歴史の本文だと2年前に考えました。リオポーネグリフは、9つの石をつなげることで、一つのテキストが完成し、歴史の全てがわかると言いますが、2年前の時点では、石に書かれた落書き、絵物語だと考えました。しかし1113話でベガバンクは、映像はやがて世界をつなぐじゃろう。そのように語っていました。そんな1113話の語呂合わせは、2年前に考えたようにワンピース。ワンピース。つまり2年前に考えたワンピースの正体、絵物語イコール落書きは違う。絵物語とは映像の可能性が浮上しました。これはリオポーネグリフというネーミングからもわかる。まず、ポーネグリフの名前の元ネタはエジプトの石碑、ヒエログリフでしょう。ヒエログリフとは石に書かれた絵物語ですが、その名前の意味はヒエロとは神聖な、グリフとは刻まれたもの、神聖なものが刻まれたもの、それがヒエログリフです。それでは、ポーネグリフの名前の語源は何でしょうか？まず、グリフとは同じ刻まれたものでいいでしょう。問題はポーネです。ポーネとは何か？英語でポーネグリフはポーネグリフと記載しますが、ポーネとはそのまま英語のポーネではなく、スペイン語のポーネではないでしょうか。このポーネという単語は万能な動詞で、その意味は場所、置く、何々と書いてある。それがポーネの意味ですから、ポーネグリフのポーネと意味が合致しています。さらにこのポーネには別の意味が2つあります。ポーネの別の意味、それは、ポーネ、作動させる。ポーネ、上映する。ポーネには作動する、上映するという意味もある。するとやはり、リオポーネグリフを9つ集めて並べると、映像が作動するのか。そのように考えて、967をよく見ると、光月おでんがちょっとおかしい。ポーネグリフを解読して読み上げるはずの光月おでんが他のメンバーと一緒に笑っています。ポーネグリフを読み上げずにおでんはメンバーと同じ方向を見て笑っている。つまり光月おでんは文字を音読する必要がなかった。なぜなら目の前に映像が映し出されていたから。9つの石を並べるとその石はスイッチが入って映像、絵物語が上映される仕組みなのか。卵男爵曰く、リオポーネグリフを集めると、石はこの世の真実を語り始めるという。石には石が入っている。石が本当に語り始める。受け継がれる石。受け継がれる石。それは映像として記憶されている。ポーネグリフはおそらく高度な文明の王国が残した石でしょう。つまりこれまでのようなただの石ではない。それはまるで映画2001年宇宙の旅の謎の石、モノリス。モノリスとはギリシャ語で一つの石。高度な文明の科学技術で作られた石か。特定条件で映像が映し出される石か。前回の動画で考えたようにその映像とは立体映像ホログラムか。1062話でボニーは立体映像をまるで絵物語だと話していました。1062話の語呂合わせはテクノロジードリブン。テクノロジードリブンとは科学技術のイノベーションです。1113話の巨大なベガバンクの脳を見たマーズ星は思想はどこに宿る。そのようにも言っていました。ベガバンクの脳に格納された記憶、メモリー。そのメモリーを映像としてベガバンクは配信しています。ベガバンクの脳のかけら、それもワンピース。ついでに言えば1072話のクマが残した記憶のかけら、これもワンピースだと言えます。さらに言えば1027話のおでんの公開日誌の記憶、これもワンピースと言えるものだったのか。これら記憶のかけらはリオポーネグリフのヒントなのかもしれません。それではリオとは何でしょうか。リオは日本語で真のと読ませていますが、
検索するとリオとはスペイン語で川のようですが、実はリオには別の意味もあります。リオの別の意味、それは笑う。リオ、笑う。リオとはレイル、笑うの一人称単数形。スペイン語でリオイコール笑う。つまりリオポーネグリフの語源とは、笑いが置いてある刻まれたもの、笑いが作動する刻まれたもの、笑いが上映される刻まれたもの。だからロジャーはその島を笑い話と名付けたのか。そしてもしも立体映像が作動するなら、それは仙台ニカ子とジョイボーイの絵物語でしょう。さらにその絵物語とは、現在の世界政府と戦ったジョイボーイことニカの戦いの立体映像。ニカの戦いは周囲の笑いを誘います。その立体映像には現在の世界政府の不都合な映像がある。知られたくない犯罪、悪行、決定的な証拠が残されているのか。だからイグ様や五老星たちはそれを解読することを禁じている。それこそが一つなぎの大秘宝。笑い話の一つなぎの大秘宝。秘宝イコール秘宝。笑いと悲しみのお知らせ。そのように考えると、ワンピースではそれぞれの章の終わりに映像や記憶、お知らせが表現されています。それらこれまでの描写がすべてワンピースのヒントだったのか、すべてがリオポーネグリフの立体映像につながるというのか。グランドラインで描かれた章をすべて見ていきましょう。まずウイスキーピーク編113話では、ミスター13アンラッキーズがルフィたちの絵を描いている。この絵は手配書となります。その似顔絵こそが証拠であり、報道であり、大秘宝です。113話の隠し語呂合わせはワンピース。次にリトルガーデン編127話では、ショーの終わりにでんでん虫が登場。127話の語呂合わせは一つなぎでんでん虫。次にドラム王国編154話では、ルフィの手配書をエースが置いていき、それを見たドクタークレハは生きていたのか、 D の意志は。そのように語っていました。154話の語呂合わせは、行こうよアラバスタへ。ここでは D について初めて語られました。800年前、アラバスタの女王ネフェルタリ・ディ・リリーはポーネグリフを守りなさいという言葉を残しています。そのアラバスタ編216話では、ショーの終わりにビビの放送お知らせがありました。次に空島編299話では、ショーの終わりにルフィが鐘の音と、そして自らの巨大な影でクリケットたちに黄金鏡の存在を知らせています。次にエニエスロビー編430話では、降り注ぐ追走の淡雪。メリーゴートの記憶が雪のような灰となって降り注ぐ。次にスリラーバーグ編489話では、トーンダイヤルに記憶されているビンクスの酒。ルンバー海賊団の思い出を一時的に封印するブルック。次にアマゾンリリー編521話では、天竜人の紋章が登場。その紋章を太陽の絵に描き換えるフィッシャータイガー。紋章タトゥーとはある意味で絵です。忌まわしい絵。それが天竜人の紋章。521話の語呂合わせは洪水。洪水。天翔竜の蹄。1年前、謎の兵器は天翔竜の蹄だと考えました。そしてその兵器の攻撃によって海面は1メートル上昇していますから、やはり世界を海に沈めて洪水を生み出すのは古代兵器であり、その名も天翔竜の蹄か。次にインペルダウン編548話では、ショーの終わりにボンちゃんが一人残り、でんでん虫で別れを知らせています。この時、ボンちゃんは泣きながら笑顔でニカッと笑う。これこそがまさに笑いと悲しみの大秘宝。次に頂上戦争編576話では、白ひげが映像でんでん虫で、ワンピースは実在すると発言しています。次に魚人島編628話では、ホーディが映像でんでん虫で魚人島を乗っ取って支配することを宣言。628話の語呂合わせは文字盤。ジョイボーイの謝罪文のポーネグリフも登場。次にパンクハザード編675話では、闇のブローカーたちにシーザーが死の国を映像でんでん虫で見せていました。やはり滅ぼされた王国は古代兵器によって死の国となったのか。次にドレスローザ編792話では、ドフラミンゴがルフィに倒され失脚。強国ドレスローザの偽りの映画とその本性が暴かれる。さらに海軍大将一将の土下座が映像でんでん虫で配信されていました。ドフラミンゴは元天竜人ですから、
これはルフィが天竜人を倒す未来を暗示しているのか。次に造編803話では勘十郎の絵が具現化されていました。勘十郎の絵の具現化は立体映像を示唆しているのか。次にホールケーキ編902話ではショーの最後に記憶映像フィルムを三つ目族のプリンがサンジから奪っていました。このプリンの映像フィルムはポーネグリフのイメージでしょうか。次にワノ国1051話ではショーの最後に映像電電虫によってワノ国全土に光月家の勝利が報告されました。これもいずれニカが勝利する未来のイメージか。次にエッグヘッド編1113話ではベガパンクが映像電電虫で全世界に世界の真実を語り出しています。これらのことから最終章ではルフィたちがラフテルへ行きリオポーネグリフを読んで何かを作動させると立体映像が始まりそう。それは900年前から800年前のニカとイム様の戦い絵物語だと考えます。それこそがワンピース一つなぎの代表であり一つなぎの代表笑いと悲しみの表裏一体お知らせでしょう。それではラフテルで歴史の全てを知ったルフィたちはどんな行動をとるのでしょうか。以前も考えたようにルフィは歴史には興味がありませんから、ルフィが動くとしたらそれは誰かを助けるためでしょう。それはおそらくネフェルタリディ・ビビ。イム様に従順な五老星たちはマザーフレームの確保の他にビビの確保も命令されていました。つまり空を飛べるマーズ星がビビをさらえばルフィたちはマリージャーを襲撃する理由が生まれます。それが最終決戦の流れでしょうか。以上です。真のワンピースの正体とはリオポーネグリフそのもので、それは石が入った石。イム様たち嘘800の証拠とニカの絵物語を映し出す記憶の立体映像だと考えます。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。